今回は、北諸方郡三股町の物件を紹介します。太陽光発電システムもついてるエコな物件です。お隣にも同じようなデザインのお家がありますね。3キロ圏内に小中学校があり、子育て世代に嬉しい環境ですね。徒歩圏内に大きなスーパーやコンビニもあり、生活しやすい住環境だと思いますよ。周りには新築もちらほらあり、若い世代も多い地域ですね。フレッシュだね。土地面積が約 80.97 坪、床面積は約 30.25 坪、木造平屋建ての 4LDK です。2016年に建てられた空き家になってます。床暖房、浴室乾燥機、全部屋ペアガラスの空き家とは思えない、素敵なお家です。お楽しみに。見てください。鍵穴ついてません。最新のオートロックですね。ボタン押すだけね。インターフォンもカメラ付き。セキュリティ完璧。シンプルながら、デザインと使い勝手が、バランスよくまとまった玄関です。空間を賢く活かした、すっきりとゆとりある設計。コンセントがついたカウンターは絶対、あってよかったって思うでしょ。安心の20ロックですよ。こちらには、スペースを広く取ったシューズクロークがありますよ。玄関かける2、ぐらいあるね。スムーズに開閉するドアもついてます。シューズボックスは、圧巻の大容量。これは、まるでおしゃれな江戸天性。ダウンライトがシャレとるやんけわれー。柄の悪い喋り方やめれ。押したら開きますよ、このドア。中は高さを自由に、調整できますね。真ん中には姿見もついてて、お出かけ前にここで、ドヤ顔ポージングできますね。ドヤ顔はいらんやろ。シューズボックスの下にも照明ついてますね。家族全員分の靴は、余裕で収納できそうです。上部に空間もあって、普段使わないけど、玄関にあると便利なもの置いとけますね。便利なものって何？思いつかなかったのかな？光が差し込むおしゃれドア、いいね。廊下にも光が差し込むね。こちらは、琉球畳が敷かれた和室。何やら、天井からぶら下がってますが、洗濯物をお部屋で干すための、干スクリーンっていうらしいです。この部屋、日当たり良いですし、気持ちはわかるけど、和室に干スクリーンは斬新。何回干スクリーン言うねん。大容量の3段収納、ハンガーラックもついてますよ。クローゼットにもなるね。開放感とおしゃれ感が融合した、リビングダイニング。名付けて、開放、シャレ DK。センスもひねりも皆無なネーミング。シックな色調ながら、空間には清々しい明るさが広がりますね。このお部屋、最後部が大きいので、エアコン大活躍。エアコンさん、夏場のワンオペお疲れ様です。この壁、スクリーン垂らしてプロジェクターで、ネトフリ上映会決定。掃除機を収納されるために作られた収納。そう言っても過言ではない。窓は、すべてペアガラスになっていて、断熱と結露対策で、一年中快適な住環境をお約束。防犯アラームもついてます。知らずに開けて、焦ってたよね。ロールスクリーンを下ろすと、柔らかい光が差し込みますね。この段差になってる構造がミソですね。先ほどから存在感を感じる台所を見に行きますか。リビング側には、棚がたくさんついてます。ここは、開けても警報ならないよ。こういうキッチンってアイランドキッチンでいいんですかね。一応壁がありますし、ハーフアイランドキッチンとでも名付けましょうか。名付けなくていいよ。オープンなキッチンって、食材が転げていかないか心配になるのは、私だけでしょうか。シンクはコンパクトな一体型。調理スペースは、少し狭い印象ですが、キッチンが広いので補助台とか置いてもいいですね。コンロは、二口の電気コンロ。換気扇は、サンタも通れそうな大きいのがついてます。毎日がクリスマス。細いのから、食洗機まで、様々な収納がアイランドに生息してますよ。背面にも、大型の収納があり、キッチンをすっきり見せれますね。食器類、全部ここに入るかな。ここからは、同じタイプの洋室が3部屋続きます。洋室のジェットストリームアタック。シンメトリークローゼット。真ん中で仕切られてます。タンスもあって大容量。こちらのお部屋は、ご夫婦の寝室ですかね。クローゼットは、ハーフ&ハーフですが、おそらく、
ご夫婦のパワーバランスは、そうはいかないですよね。山田くん、座布団1枚。二つ目のお部屋は、先ほどよりコンパクト。清潔感のある白壁いいね。こちらは、子供部屋ですかね。先ほどのお部屋と同じクローゼット、お子さんの荷物なら、十分なサイズ感。本棚もありますし、書斎としても使えそうですね。可動式の本棚は、たくさん本を収納できそう。先ほどのお部屋と、同じ間取り。二面窓なんで、こっちはめっちゃ明るいですね。お部屋の取り合いだね。続いては、お風呂を見に行ってみましょう。扉を開けると、なんでしょうこれ。不動産屋さんに聞いてね。脱衣所兼、洗濯機置き場です。この家には、ドラム式洗濯機がよく似合う。浴室乾燥機付きのお風呂は、シックでかっこいい、ダウンライトが、雰囲気ありますね。大きな鏡がついてますね。洗い場カウンターも広いですよ。浴槽の方は足を伸ばして、ゆっくり入れそう。入浴時はこんな感じ。浴槽、すり鉢状になってますね。エコかな？エコだね。床暖房システムがついてますね。もう、至れり尽くせりやん。宮崎も、冬場は寒いので嬉しいですね。収納たっぷりの洗面所は、驚きの白さです。汚れがよく目立つので、お掃除こまめにできますね。ポジティブね。無印良品のディスプレイかと思うぐらい、洒落た収納出てきました。タオルや、肌着など収納するのにぴったり。シンク下はもちろん、サイドにも細い収納あります。たとえ家族でも、顔洗う時に歯ブラシとか見たくないので、兄弟裏の収納は嬉しいね。自動で開閉するタイプのやつかと思いました。明るいし、カウンターついてるし長い確定。朝が大渋滞。カウンター下は、収納になってますよ。掃除用具なども、全部すっきり収まります。最後まで世界観壊さないね。シンクはあるけど、タオル引っ掛けるとこないので、後から装着させましょう。トイレットペーパーまで存在感を隠してますね。必要な時に、そっと手を差し伸べてきますね。彼イケメンね。これは、ウッドデッキの時代は終わりを迎えたのか、屋根もないし、野外ステージにしか見えませんね。ワンマンリサイタル。家の裏には、宝箱がありますね。ミミック確定。設備もバッチリ揃ってて、これからの生活が楽しみになるお家でしたね。いかがでしたでしょうか？今回の空き家、至れり尽くせりの住環境、綺麗で新しいお家は、突っ込みどころ皆無の物件でした。ご興味のある方は、ぜひご連絡ください。このチャンネルでは、空き家情報の掲載を無料で行っています。掲載だけでも OK。反響があるか確かめたいという方も大歓迎です。遠方の方でもご相談ください。また、不動産業者の皆様からの掲載、ご紹介も受け付けています。このチャンネルでは、人が住まなくなった家の新たな物語を見つけ、その魅力をお届けしています。もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。